それではやっていきましょう。カスケーダー講座。というわけで今回は、複数人モーションを作るときに知っておくと役立つ知識をご紹介しましょう。1、複数人モーションの基本。はじめに、複数のモデルを追加する方法をご紹介しましょう。まずは、カスケーダーのサンプルモデルの場合。上のメニューからサンプルデータのシーンをインポートします。キャシーのキャスクデータですね。はい。2つのモデルが重なってますが、追加できました。モデルのトラックをダブルクリックすると、重心を選択できます。トラック名を右クリックすると、名前を変えることができます。見分けやすい名前に変えましょう。次に外部のモデルを使う場合。まずはモデルをドラッグ&ドロップして読み込みます。そしたらリグモードの設定をします。基本的には画面の通りに進んでいきましょう。今回は割愛しますが、必要に応じてモデルの設定をしましょう。はい、リグモードの設定が終わりました。そしたらこのシーンを保存しましょう。次にさっき保存したシーンをインポートします。はい、複数のモデルを読み込むことができましたね。ちなみにポージングするとき、モデルが重なってポイントが見にくい場合、こちらをダブルクリックしてポイントを全選択。V キーを押すと非表示にできます。再表示するときは Alt プラス V キーを押しましょう。物理ツールを使う場合、何も選択せずに物理ツールをオンにすると、すべてのモデルにツールが使われます。一人のモデルにだけツールを使いたい場合は、そのモデルの重心を選択。それからツールをオンにしましょう。はい、片方にだけツールを使いましたね。最後に、モーションをエクスポートする場合、右のアウトライナーの階層を全選択。その下のメニューの中にある Use Namespace をオンにします。そしたら上のメニューから FBX をエクスポートしましょう。はい。このような表示が出たらエクスポート成功です。ちなみに片方のモデルだけエクスポートしたい場合、右のメニューはさっきと同じ設定にした上で、こちらを押して他のモデルを非表示にします。そしたらエクスポートしましょう。はい、これでエクスポートは完了ですね。2、ラグドール。これは物理ツールの機能の一つです。モデルをまるで人形のような、物のような動きにすることができます。複数人のモーションに最適ですね。それでは実際の作り方を見ていきましょう。例えばこのようにパンチするモーションを作ります。そしたらパンチされる側の拳が当たる直前のフレームにキーを追加。パンチが当たって倒れ終わるぐらいのフレームにもキーを追加します。そしたらそれらの間隔を範囲選択。やられ役のモデルの重心を選択し、物理ツールをオンにします。右のメニューの設定で適用範囲を選択範囲内のみに、ゴースト1のオフセットをオフにしましょう。そしたらラグドールをオン。するとラグドールと物理補正は一緒に使えないよという表示が出ます。なので物理補正はオフにしましょう。はい、いい倒れモーションですね。体が柔らかすぎる場合、バーの数値を少し下げましょう。綺麗に倒れましたね。動きが決まったら保管タイプを固定に。こちらを押して動きをスナップしましょう。はい。このように自然な受け身モーションを作ることができますね。ここからは有料のプロプランの場合、モデル同士が触れ合った場所はくっついたように固定されます。これによってこのようにぶら下がったり、
ずり落ちることなくもたれかかったりできます。3、環境との相互作用。これは物や他の人との接触判定です。モデル同士の接触の場合、物理ツールを片方にだけ使うときは緑色のマークが、両方に使うときは青色のマークが出ます。地面に対する接触判定と役割は同じですね。現在はこの通り、有料のプロプランでのみ使えます。この接触判定があると、物理ツールがより正しく動作してくれます。例えば、このようなモーションを作った場合、モデル同士に接触判定がないと、上の人がジャンプしてしまいます。これは、システムが下の人との接触を認識しておらず、他の人いない、この人は空中にいる、と判定するからです。接触判定が認識されているときは、青、または緑のマークが出ます。判定があれば、お互いを認識して一緒に動くことができますね。接触判定が役立つ場面をもう一つご紹介しましょう。例えばこのような場面。落ちてくる相方を受け止めるために、下にいるキャシーちゃんがバランスをとっていますね。接触判定があると、このようにお互いを意識した動きが作れます。ちなみに、接触判定に必要な当たり判定をコライダーと言います。これを表示するときは、こちらを右クリック。コライダーズをオンにしましょう。こちらからリグモードに入ると、コライダーの設定を簡単にすることができます。最後に、接触判定がなぜか出ないというとき。まずは、この2つのツール、どちらかがオンになっているか確認しましょう。これらをオンにしても判定が出ない場合。そんな時は、こちらの動画を参考にしてみてね。というわけで、今回はここまで。今回の動画を作るにあたり、プロプランのお試しトライアルを始めてみました。支払い情報の入力は必要なし、ワンクリックですぐに試せたので良かったです。現時点において、複数人モーションを作るときには、使える機能の内容的にプロプランにするのがおすすめですね。それでは次回、またね。